今日は材料5つで作れるふわふわの台湾カステラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は材料5つで作れるふわふわの台湾カステラを作りたいと思います。台湾カステラは生地の作り方にちょっと特徴があります。そちらは作りながら説明していきたいと思います。そして表面を割らずにつるっと仕上げるコツもご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、牛乳、お砂糖、キャノーラ油、こちらの材料で作っていきます。たったのね、材料5つで今回は作っていきたいと思います。お好みでバニラエッセンスとかバニラオイルを加えていただいても OK です。今回のポイント、こちらの油ですね。油はね、お好みのものを使っていただいて大丈夫なんですけども、基本的に香りのしない無臭の油がおすすめです。おすすめはキャノーラ油です。サラダ油でもいいんですけど、キャノーラ油の方がね、ふわっとした仕上がりになります。今回はこちら 15cm×15cm のスクエア型を使っていきます。こちらですね。で、この中にクッキングシートまたはオーブンシートを敷きましょう。今回は敷き方をご紹介します。で、私が使うのがこれね、白いオーブンシート。こちら繰り返し使えるものになります。で、一回ね、こういった形にかたどっておくと何回も繰り返し使えるのですごくおすすめです。あとね、シワも寄らないのでね、おすすめです。手軽にね、クッキングシートを使っていただいても OK です。同じように形作ってください。で、まずこのオーブンシートを 30cm×30cm に切ります。このオーブンシートの真ん中にまず型を置いて、この両端を持っていただいて型に合わせます。両端の余った部分が同じぐらいの高さになるように当てて、でそしたら後をつけます。こんな感じでね。で、こっち側も後をつけます。はい、後がつきました。今度は反対側、ちょっとくるっとさせて、折れ線に合わせてまた型を置いて、横も同じように合わせて中央に置いて線をつけます。で、そうするとね、真ん中にちょっと薄くて見づらいんですけど、四角い跡がつきました。で、これに沿って折ります。折る時のポイントが、跡をつけた線よりも 1mm、2mm 内側に折ってください。で、こちらも 1mm、2mm 内側に折ります。はい、このように折りました。で、この時にもう一度型を当てていただいて、この四角い部分がこの底よりもちゃんと狭まっているかチェックしてください。で、もし広い時はもうちょっと線を内側に折ってください。で、続いてここにね、跡がついてると思うので、切れ込みをスーッと入れます。で、正方形のね、この部分まで来たら 1cm ちょっと多めに切れ込みを入れます。こんな感じ。はい。で、そしたら1箇所飛ばして、また同じように 1cm ぐらいね、多めに切れ込みを入れます。で、また1箇所飛ばして1cm 多めに切れ込みを入れます。で、また1箇所飛ばして1cm多めに切れ込みを入れます。今ね、このような状態です。交互にこうやって切れ込みが入った状態です。あとは型に敷き詰めます。ピュッと入れていただいて、で、ピロピロっと長くなってるね、余分な部分はこの側面の後ろに入れます。で、同じように余った部分は全部ね、側面の後ろに入れてください。そうするとね、こんな感じで綺麗にクッキングシートを敷くことができます。型の準備はこれで OK です。生地を作る前に必ずこのようにオーブンシートまたはクッキングシートをセットしておいてください。それではまずはじめに卵ですね。卵を白身と黄身に分けます。で、白身はね、泡立てるので大きめのボウルに入れておきましょう。このように分けておきます。で、卵白はですね、使うまでこのままラップをして冷蔵庫に入れておきます。それではね、生地を作っていきます。まずボウルに油を入れます。
耐熱のボウルに入れてください。この油を今から温めます。これがね台湾カステラを作る時の特徴なんですけれども、この後ね薄力粉に油とか牛乳を混ぜていくんですけれども、油と牛乳で薄力粉を温めることによって薄力粉自体が水分を含みやすい状態になります。よって全体の生地の水分量が高まってスポンジ生地とはねちょっとまた違ったふわふわしっとりな仕上がりになります。なので、油をこれから温めていきます。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で50秒加熱します。油をね温めすぎると油がね電子レンジの中で跳ねたりとか器もすごく熱くなるので、温めすぎには注意してください。 500W の場合はプラス10秒から15秒ほど加熱してみてください。はい、温まりました。ボウルもねちょっと熱くなってるのでやけどしないように注意してください。それではここに薄力粉をふるって加えます。必ずねふるって加えるようにしてください。それでは泡立て器で混ぜます。ダマができないように混ぜてください。はい、このぐらいです。粉っぽさがなくなって、あとダマもなくなれば OK です。続いてこちらに牛乳を入れるんですけれども、こちらの牛乳も温めます。電子レンジ 600W で30秒加熱します。牛乳が温まりました。そしたらこの生地の中に入れます。全部ね一度に入れちゃって OK です。そしてよく混ぜます。はい、でそうしましたらこちらの卵黄を1個ずつ加えます。その都度よく混ぜましょう。でちょっと筋が残ったぐらいにまたもう1個加えます。混ぜます。でもう1回加えます。で混ぜます。で最後加えます。で混ぜます。卵黄の生地はこれで OK です。タラタラとこのぐらいですね。結構柔らかい状態です。シャバシャバではないんですけど、ちょっととろみがついた状態ですね。このぐらいの生地の硬さになります。それでは今からメレンゲを作っていきます。卵白を泡立てるタイミングでオーブンを200度に予熱し始めてください。卵白もね泡立てすぎると今度は表面のひび割れの原因になるので、泡立てすぎないように柔らかい角が立つまで泡立てていきます。ではねまず何もしない状態でハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。で今回私はハンドミキサーを使うんですが、泡立て器でも作ることができます。泡立て器で作る時もこのハンドミキサーの泡立て具合を目安に一生懸命泡立てて作ってみてください。それでは泡立てていきます。はい、今ね30秒泡立てました。このようにきめの粗いねあわあわした感じに仕上がります。そしたらですねお砂糖こちら全部入れちゃって OK です。一度に全部入れちゃいます。でそしてまた高速で1分泡立てます。はい、今1分泡立てました。そうするとこのようにチュンとね角がお辞儀するぐらいですね。このぐらいの硬さになります。で泡立て器の種類によっては1分泡立ててもこんな感じにならない時もあるので、その時はもうちょっと泡立てていただいて OK です。逆にこれより硬くなりそうだなっていう時は1分経たなくてもこのぐらいになれば早めに止めていただいて OK です。今ねまだ少しきめが粗いので最後低速で1分泡立ててきめの細かいメレンゲにしていきます。今1分泡立てました。そうするとこのようにきめの細かい綺麗なメレンゲに仕上がります。それではこの2つの生地を合わせていきます。卵黄の生地の方に少し加えてお互いのね生地の硬さを揃えていきます。そうするとねとても混ぜやすくなります。なのでまずね3分の1ぐらいかな入れてください。1回目は泡立て器でしっかりめにね混ぜていただいて OK です。これは2つの生地の硬さを揃えるためですね。よくなじませましょう。はい。で硬さはまだねこんな感じでタラタラタラーっとした感じですね。でそしたらまた3分の1ですね加えます。2回目も泡立て器でこのメレンゲをめがけてこう泡立て器を差し込んでいただいてくるっとひねりながらふわっと混ぜていきます。
こんな感じ。ちょっとボウルをこうやって回していただくと綺麗に混ざりやすいと思います。メレンゲのね塊がなくなるように混ぜてください。こんな感じですね。今このぐらいタラタラタラーっと。最後は逆です。この残ったね1/3の卵白の方に卵黄の生地を入れていきます。これはね混ぜムラを防止するためです。で最後もね泡立て器を使っていただいて OK です。ふわっと混ぜていきます。塊を潰すように混ぜていきます。ここでね混ぜすぎちゃっても膨らみにくくなるので、混ぜすぎにはね注意してください。あくまでも塊をこう潰すイメージですね。塊を潰したら最後はゴムベラでふわっとね仕上げていきます。そこから生地を持ち上げるように全体をふわっと混ぜていきます。でまたねこの時もちょっと塊が出てきた時はこう切るように混ぜてください。しっかりとこのメレンゲの塊がないかねきちんと確認してください。混ぜ漏れもなく綺麗に混ざれば OK です。生地の硬さはこのぐらいです。持ち上げた時に生地がタラタラタラーとつながって下に落ちて、落ちた筋がゆっくり消えるぐらいです。このぐらいの生地の硬さを目安に作ってください。でもしねまだちょっと生地が硬いなっていう時は少しこうやってね混ぜていただくと生地が緩くなります。なのでそれで調整してみてください。でこれ以上ね緩くなっちゃうと今度は膨らみにくくなるので混ぜすぎには注意してください。それでは用意しておいた型の中に生地を流し込みます。高いところから 2,3 回落としましょう。竹串で表面をくるくるします。そうすると表面がね平らになります。はい、このように平らになりました。今回ね湯煎焼きしていきますので、こういった耐熱のバットなどを用意していただいて、ここに布巾を1枚敷いてください。そしたらこの上に置きます。あとはここにお風呂の温度よりもちょっと熱いかなというぐらいですね。そのぐらいのお湯を入れます。だいたいそこから 1.5 センチから2センチぐらいですね。そのぐらいになるように入れてください。これを天板の上に乗せて、最初に200度に予熱したオーブンで10分から15分ほど表面にいい焼き色がつくまで焼きます。そしていい焼き色がついたら温度を120度に落として60分から70分ほど低温で焼いていきます。オーブンの種類によって焼き具合が変わってくるので様子を見ながら焼くようにしてください。途中でもしひびが割れそうだなっていう時は扉を5秒くらい開けてまた再び焼き始めてください。それでは早速焼いていきたいと思います。はい、いい感じに焼き上がりました。かなりふっくら仕上がって表面もね割れずに綺麗に焼けました。それではやけどしないようにね型から取ります。はい、オーブンシートを開けます。これね焼き上がりすぐ出していただいて OK です。綺麗にふっくら焼き上がりました。はい、これでふわふわの台湾カステラの完成です。こんな感じに仕上がりました。表面も割れずに綺麗に仕上がりました。それではねちょっと切りたいと思います。中身はこんなにふわふわに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。ふわふわです。美味しそう。フォークを入れた瞬間にシュワッと音がするんですよね。いただきます。ふわふわ。もうとにかくねふわふわです。美味しい。口当たりもすごく軽くて、この生地自体はそこまですっごく甘いわけではないので、間に生クリームをね挟んだりとかメープルシロップとかかけて召し上がっても美味しいと思います。ふわふわ。はい、と
いうことで今日も美味しく仕上がりました。今回の台湾カステラのポイントです。まずですね、台湾カステラの作る工程の特徴としては、油と牛乳を温めて薄力粉と混ぜることです。油と牛乳を温めて薄力粉と混ぜることによって、薄力粉自体が水分を含みやすい状態になります。よって水分量が高まって、台湾カステラの特徴的なふわふわしっとりな生地に仕上がります。そして卵白を泡立てる時のポイントなんですが、卵白を泡立てすぎると表面のひび割れの原因になります。なので柔らかい角が立つまで泡立てるようにしてください。そして生地を混ぜる時のポイントなんですが、卵黄とメレンゲを混ぜる時に混ぜすぎてしまうと今度は膨らみにくくなってしまいます。なので混ぜすぎには注意しながら、かつメレンゲの塊が残らないようにきれいに混ぜるようにしてください。で、生地の硬さに関しましては動画を参考に作っていただけたらと思います。そして焼く時のポイントです。台湾カステラはね、湯煎焼きで焼いてます。もしバットとかそういったね、お湯を張るものがない場合は耐熱のマグカップなどにお湯を入れて一緒に焼いてください。そうすることで湯煎焼きと同じように焼くことができます。今回はですね、表面にまず焼き色をつけてから低温でじっくり焼きました。で、この台湾カステラなんですけど、本当にオーブンの種類によって表面がね、割れてしまう場合が結構あります。なのでこまめに様子を見ながら、ちょっとひび割れそうだなとか、かなり膨らんできたなって思ったら5秒ぐらい扉を開けて空気の入れ替えをしてください。そしてまた扉を閉じてそのまま続けて焼くようにしてください。焼き上がりに関してなんですけれども、これもオーブンの種類によって焼きが足りない場合があります。なので一度ね、竹串を刺していただいて生の生地がついてこないかチェックしていただいて、もしね、生の生地がついてきた時は追加でね、5分ずつぐらい焼いていただくといいかなと思います。そして焼き上がった後はすぐね、型から出してオーブンシートを剥がしていただいて OK です。たったの材料5つで簡単に作れます。ふわふわでとても美味しいのでぜひ作ってみてください。ということで今日はふわふわの台湾カステラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにはいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。